おはようございます。たかしです。本日は11月24日金曜日、ただいま7時52分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在日足は黄色丸を書いてますが、安値を切り上げ、高値を更新の上昇トレンド中。その中で一旦天井をつけて、直近では下落してきましたが、そこを今巻き戻しに行っている、そんな感じですね。GMMA の青帯に接触しての上昇。ストキャスティクスも現在上昇中ですので、本日も上昇方向に動きやすいのかなとは考えております。ただし、ここのところ連続陽線が出てきておりますので、そうなると一旦本日あたり、今日は金曜日ですし、一旦は調整の下落をしてくる可能性も考えておきたいですね。連続で陽線が出現した時、一旦の調整をする。それはどこも同じように行われてますので、ここなんかもそうですよね。連続で陽線が出たら調整してからの再び上昇。ここはずっと連続陽線ですけれども、基本的には陽線が3本から4本ぐらい出現すると、そこから一旦の調整をつける。過去の動きを見ていただいてもわかりますが、そういう動きをしがちになりますので、その辺、本日は陰線をつける可能性も考えておきたいですが、基本的にはまだ上昇する余地があるとは思っております。では4時間足です。4時間足昨日は黄色のボックス付近まで一旦戻してからのそこからの上昇になってきております。基本的には今上昇トレンド、ずっと日足でも上昇トレンドで4時間足でも上昇トレンドを崩しておりません。一旦深めの押しをつけてきましたけれども、基本的には上昇トレンドで安値を切り上げ高値を更新している途中ですので、現在はこの流れに乗っていくんですね。ただし直近の最高値っていうところもだいぶ近くなってきましたので、188円が近くなってくると基本的には売り圧力も入ってきやすくなりますので、今のところ買い足では上昇トレンドを作って、昨日も4時間足の GMMA でサポートされて上昇してきてますが、本日はもう一度押しをつけに来る、この 186.8 付近まで押しをつけに来る可能性、ちょうど今 GMMA の青帯がそのあたりにありますので、その辺までの下落は考えておきたい。そしてストキャスティクスは高値圏に入ってきてます。前回高値圏からの下落ってここですね、一昨日の下落になるんですが、さほど下落はしていないんですけれども、何度も高値圏に入ってくると、やはり一度は安値圏を目指して下落する可能性がありますので、本日大きめの調整の下落、GMMA の青帯ぐらいまでの調整の下落、もしくは先ほど言った 186.8 付近までの下落というところは見ておいた方がいいかもしれません。少なくとも4時間足のストキャスティクスのこの過熱感を解消するような動きをどこかでしてきますので、本日上昇したとしてももうすぐに直近最高値も近いですので、そこから深めの押しになるという考え方ですので、イメージとしては一旦押しをつけてからの上昇になっていくという、そういうイメージ。それから一度高値を目指してからの深めの押しをつけに来るという、そんなイメージっていうところが持てますので、その辺のイメージでトレードをしていくといいかもしれません。今は4時間足のストキャスティクスが高値圏にあるので、できれば緑の矢印の動きをしてきてくれると分かりやすいかなと思います。そう考えると本日は調整の下落で終えるかもしれないですね。では1時間足です。4時間足はちょっと分かりにくかったんですが、1時間足を見ると明確に上昇トレンドを作っているので、この流れについていくのが分かりやすいですね。昨日もそうですし、その前もそうです。4時間足の GMMA の青帯でサポートされての上昇になってきてますので、今若干下落してきてますが、本日はこの GMMA の青帯までの押しを待ってから、そこからの次の上昇の流れっていうところをイメージしておく。先ほどの4時間足でお話しした感じですね。それをまずはイメージしておくのがいいんですが、現在地付近で GMMA まで押しを作らずに上昇してきた場合、昨日の高値を上抜けてきた場合は、直近最高値の 188.2 ぐらいを目指してしまう可能性があります。その場合は次深めの押しをつけてくると思いますので、その辺の動きに注目ですね。基本的にはこの1時間足の上昇トレンドについていけばいいと思いますが、本日が調整の下落で終えるのであれば、分かりにくい下落の動きをしてくる可能性がありますので、そこは様子見の方がいいかもしれません。では次はドル円ですね。ドル円の日足、ちょっと分かりにくい動きをしているなっていうのが正直なところです。
現在はオレンジの平行チャンネルの中で動いていて、平行チャンネルの影を目指してくるのかなとも思っているんですが、ここのところの動きを見ていると結構この上昇の勢いも強いなと思います。昨日はあまり動いていないんですけれども、本日金曜日ですのでどのように動くのかっていうところですね。今は GMMA の青帯をまだ上抜けられてませんので、ここから下落していくっていうことも十分考えられます。その場合はオレンジのトレンドラインを目指して下落してくる。だいたい昨日の安値ぐらいのところになるんですかね。もうちょっと下になるかもしれません。146円のミドルぐらい、その辺までの下落っていうところは見ておきたいです。ただし、日足のストキャスティクス安値圏からゴールデンクロスして現在上昇中ですので、このまま上昇しきる可能性もありますので、そうすると今回のこの下落っていうのが騙しになって上昇に変わったというふうにも取れますので、本日の動き要注目ですね。では次は4時間足です。4時間足は昨日の高値、そして一昨日の高値っていうところで今ダブルトップを作りそうなそんな感じになってきましたね。ダブルトップでの下落になるのかどうかっていうところを見ておきたいです。ただ現在はこの過去の緑のボックスの中に戻してきてますので、ダブルトップになってもこの昨日の安値を明確に下抜けない限りは再び上昇していくと思いますので、ダブルトップで下落になってきた場合は昨日の安値付近、そのあたりで反発していくのか、その昨日の安値を下抜けるのかっていうところに注目です。昨日の安値を下抜けてくると結構大きく下落してくると考えますので、その場合はこんなイメージですね。このダブルトップからの下落で直近最安値、このあたり147円付近を目指して下落すると考えますが、ただ緑のボックス下限付近は反発しやすくなります。昨日も反発してますし、前回ここですね、10月の末でも反発しておりますので、ダブルトップでの下落になると思わせての上昇には気をつけたいところです。では1時間足です。先ほどのポンド円ほどではありませんが、1時間足は上昇トレンドを作っております。高値を切り上げ、そして安値も切り上げてきておりますので、GMMA の青帯で昨日もサポートされて上昇してきてます。ただ、それが一昨日の高値をちょっと抜けられていないんですよね。そうなるとここでの三角持ち合いみたいな、そんな形になってくるかもしれないですね。こんな感じですね。今この下限と上限を結んでみました。この中での動きになっていると考えると、今はトレードとしてはやりにくいのかなと。アセンディングトライアングルみたいな形にも見えてきますので、その場合は次上抜けする可能性を考えておきたいです。ただし先ほど4時間足で言いました、ここでのダブルトップでの下落になる可能性もありますので、本日は昨日の高値、昨日の安値を意識しておく、そこを抜けた方についていくのがいいかもしれませんね。どちらにしましても金曜日ですので、無理なトレードは控えていきたいところです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を更新しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。限定動画はその知識の宝庫です。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけのご視聴なら YouTube のメンバーシップでもご利用いただけます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。